こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者に向いている人と向いていない人についてお話ししたいと思います。翻訳者って、誰でもなれるっていうふうに思ってる人がいるかもしれないんですけれども、意外に結構適性というか、こういう人が向いててこういう人が向いてないっていうのがあると思っています。そこで今日は翻訳者に向いている人の、特性というのをお話ししたいと思います。まず翻訳者に向いている人の、1番目の特徴は外国語が大好きであるということ。外国語に限らず、日本語にしてもそうなんですけれども、言語が大好き、言語を勉強するのが大好きであるということがまず第一条件だと思います。2番目は、外国語だけじゃなくてその外国の文化とか、あと旅行とか、海外の生活、そういった文化に興味がある人、これが2番目で、3番目からはちょっとマニアックになってくるんですけれど、翻訳者っていう仕事は文字を読んだり書いたりする仕事なので、文字をすぐに読んでしまう人っていうのが、あると思います。よく翻訳者の仲間の話を聞いてると、電車に乗ったりした時に必ず広告を読んでしまう。あと道を歩いていても看板に書いてあることを逐一読んでしまうっていう人が結構います。その他、あと製品、コンピューターとかにいろいろロゴとか入ってたりしたら、そのロゴも文字を読んでしまって、デザインと思わずにその文字を読むことに集中してしまう。なのでまず文字が大好き、文字をつい読んでしまうっていう人が向いていると思います。それからいつもなんか言葉のこと考えてて、私なんかもよくスーパーへ行ったりした時に新しい商品が出てたのを見ると、これって日本語でどういうふうに訳したらいいだろうとか、別に仕事でお金もらってるわけじゃないのに、なんか四六時中日本語にしたらどういうふうに言うんだろうとかね、英語でなんて言うんだろうとか、そういった英語と日本語の間を行ったり来たりとかっていうことをもうほとんど趣味のように四六時中考えています。それがあると思います。でそれから、5番目、まず誤字とか脱字を見つけるとついなんか指摘してしまいたくなる。句読点が抜けてるとか、荒探しってほどじゃないんですけれど、つい見つけようとしてしまう。職業病だと思うんですけれど、そういったところがあると思っています。その他6つ目、普段なんかおとなしそうで、優しそうな人なんだけど、語訳とか間違ったところを見つけるとなんかやたらとムキになって怒る。やっぱりそういう言葉のことばっかり考えてるから綺麗な日本語にするにはどうしたらいいだろうとかね、そういったことをもう趣味のように考えてるので、あまりにも許せない翻訳とかがあると怒ってしまうっていうようなところがあると思います。それから、7つ目、一人で仕事をしてても気にならない。翻訳って結構孤独な作業なので、何週間も家の中に閉じこもったまま外へ出なかったり、人に会ったりとかしないで過ごしてしまうこともあります。なので、すぐに人に会わないと我慢できないっていう人はちょっと孤独を感じてしまうと思うので、向いていないかもしれません。結構本が友達とか、お家で一人でいても自分で楽しいことを次々見つけてやってるっていう人が向いてるんじゃないかなと思います。あとは言葉の力を信じている人ですね。言葉には力があって、メッセージがあって、そういうことを伝えることに意義を感じている人で、そういう人が、翻訳者には向いてるんじゃないかなと思います。あとはそうですね、一人で作業してるっていうのとも関連してるんですけれども、集団で行動したりとかそういうのがなくても、一人で計画を立てて過ごしたりとか、グループに所属しなくても結構平気な、ふらふら一人で行動してるのが好きな人っていうのもあると思います。このような特性が、翻訳者の多くに見られる特性だと思っています。グループでスポーツをしたりとかっていうよりも、
一人でマラソンをしたりとかランニングをしたりとかサイクリングしたりとか、そういった趣味を持っている人が多いのも事実です。皆さんいくつ当てはまっていたでしょうか。もしよかったら、コメント欄とかツイッターで教えてください。少しでも参考になれば幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you next time.